心臓モニターがけたたましい警報を鳴らし、私は天井を見つめ続けた。35年間生きて、この消毒液の匂いが充満する小さな部屋で、私の人生は終わりを迎えようとしていた。血圧が下がっています。エピネフリンを用意して、今すぐ。医師や看護師たちの叫び声は、遠く霞んだ背景音のように聞こえた。ベッドサイドには家族も、見送りの友人もいない。今この瞬間、マックスウェル・サットンはきっと祭壇に立ち、アンジェリカ・ザビエルの指にダイヤの指輪をはめているところだろう。皮肉なことに、彼は私には一つも買ってくれなかった。一緒に10年間育てた娘、レベッカ・サットンは、おそらくリングピローを手に立っているのだろう。私がすべてを捧げて愛したあの人たちが、私の最後の息の中で、私の消滅を祝っている。この皮肉に、私は気づかずにはいられなかった。意識が遠のく中、私は最後の願いをかけた。もし次の人生があるなら、マックスウェルと二度と会いませんように。ジョセリン。起きなさい。さもないと、今日の模試に遅れちゃうよ。母の声が私を現実に引き戻した。目を開けると、18歳の頃の自分の部屋に戻っていた。薄いブルーのカーテンのそばにある机には、学習ノートが積み上げられている。壁には、過去数年のエルムショア大学の入学案内がびっしりと貼られていた。2010年4月7日、大学入試の2ヶ月前だ。私は生まれ変わったのだと悟った。鏡を見ると、年齢の痕跡のない顔があった。長年のうつからできたシワも、化学療法による青ざめた衰弱した顔色もない。ただ、長い黒髪と澄んだ瞳、健康な体があるだけだ。止めようとするより先に涙がこぼれ落ちた。どうしたの？悪い夢でも見た？母がタオルを渡しながら尋ねた。なんでもないよ、ママ私は答え、涙を拭い、生まれ変わって初めて微笑んだ。ただ、いろいろ分かったことがあるだけ。前世のこの日、私は模試の失敗ですっかり取り乱していた。憧れの先輩、マックスウェルが慰めてくれた。それが彼への20年間にも及ぶ片思いの始まりだった。しかし今回は学年でトップ10に入っていた。ジョセリン、すごいね。隣の席の友達、イボンヌ・スペンサーが肩を叩きながら興奮していった。今回は数学すごく難しかったのに、それでも92も取れたよ。私は微笑んだが、今回は前回のようにすぐにマックスウェルに駆け寄って報告したりはしなかった。彼が運動場でアンジェリカから水のボトルを受け取っているのを知っていたからだ。前世では悪い結果を泣きながら報告しに行った。彼はちょうどそのボトルから水を飲んでいて、恋に盲目だった私の頭は、彼の慰めの言葉だけを拾い上げた。そこにアンジェリカがいて、ずっと嫌味を言っていたことさえ気づかなかった。イボンヌ、どこの大学を受験しようと思ってるの？私は何気なく尋ねた。多分ストーンウィック大学だね。両親がその町で働いてるから彼女は答えた。ため息をつき続けた。私の成績って普通だよね。前世では私は2つ考えずにエルムショア大学を選んだ。たとえより良い機会を諦めることになってもマックスウェルについていった。でも今回は一緒に頑張ろう。私もストーンウィック大学に行こうと思ってるんだと私は言った。イボンヌは驚いて目を見開き、だってあなた、あのハンサムなマックスウェルとエルムショア大学に行くってずっと言ってたじゃない？と尋ねた。運気が変わったの。私は窓の外、マックスウェルがアンジェリカの腰に腕を回しているところに一瞥を投げながら、そっと答えた。ストーンウィックもそんなに悪くないと思うよと付け加えた。大学入試が終わった日、クラス全員で食事会をした。驚いたことに、マックスウェルが私の隣の席に滑り込んできた。
ストーンウィックに行くんだって？彼はグラスを差し出しながら言った。エルムショアに残るって言ってなかった？マックスウェルがグラスを差し出したが、私はそれを飲まなかった。計画変更よと私は言った。僕のせい？彼は声を潜めて、これがアンジェリカと僕のことならと付け加えた。自分を勘違いしないで私はグラスを置き、彼の目を見つめて返した。ただ、ストーンウィック大学の方が私に合ってると思うだけ。マックスウェルは呆然とした表情を浮かべた。前世では、私はこんな風に彼の目をまっすぐ見つめる勇気などなかった。いつも自分の考えを2番目にして、彼の機嫌を伺っていた。実は彼は言葉を途切れさせてから続けた。僕、アンジェリカと別れたんだ。私は彼の言葉に思わず笑いそうになった。歴史は繰り返されていた。前世の全く同じタイミングで、彼はこの同じ衝撃的な事実を告げたのだ。私はそのせいですぐに志望大学を変えた。思い切って彼に気持ちを告白しようとしたまさにその時、彼はアンジェリカとよりを戻していたのだった。私はただそっけなくそうと答え、立ち上がり、それは私には関係ないこと。幸運を祈るは、マックスウェルと付け加えた。振り返ってイボンヌのところへ歩いていくと、マックスウェルが完全に信じられないという顔で私を見送っていた。今回は彼のために自分の人生を止めたりしない。彼とのあらゆる連絡を断ち、イボンヌと短い国内旅行に出かけた。ハイランド湖で彼女は山の澄んだ空気を深く吸い込んだ。この景色、すごいね、ジョセリン。今日ここに来られて本当にラッキーだよ。ここはいつも曇ってて、ほとんどの人は湖を見られないって聞いてたと彼女は言った。本当に運が良かったね私は答えたが、心の中では人生を2度やり直せるなんてどれだけラッキーなことか、と思わずに入られなかった。今回は無駄にしない。マックスウェルは海外旅行に行ってるって聞いたよ。ああいうお金持ちっていいよねイボンヌが何気なく言った。私は何も言わなかった。大学の新学期が迫り、私は荷造りをしていると、一通のメールが届いた。ジョセリン、旅行のお土産を持って帰ってきたんだ。夕食でもどう？ちらりと目を通し、すぐにメールを削除した。もう会わないわ、マックスウェル私はつぶやいた。ストーンウィック大学は想像以上に美しかった。緑の屋根の赤レンガの建物がカシの木々の厚い天蓋の下に佇んでいた。本当に来ちゃったねイボンヌは興奮して私の手をつかみ、キャンパスを駆け抜けた。彼女の笑顔を見ていると、温かく予期せぬ幸せに満たされた。前世ではマックスウェルに夢中になりすぎて、彼の望みを何でも聞き、他のすべての人を遠ざけていた。今回は違う選択をするチャンスがある。何のサークルに入るの？私はストリートダンス部に入りたい彼女は勧誘のチラシをめくりながら言った。企業部私はそう遠くないところにあるブースを指さしながら答えた。それとファイナンス投資部も。イボンヌの目は大きく見開かれた。わあ、本格的だね。いつからそんなに真面目になったの？私は微笑んだが、説明する必要も感じなかった。前世では恋愛を追いかけて、学業も野心も枯らせてしまった。今回は失ったものをすべて取り戻す。時はあっという間に過ぎ、私はすでに2年生になっていた。サークルの仲間数人と一緒に、キャンパス向けの中古品マーケットアプリを開発した。最初はただの授業プロジェクトだったが、たちまち学内で人気を博した。リーさん、少しお話できますか？ある日授業後、スーツをきちんと着こなした男性が廊下で私を呼び止めた。エイペックスベンチャーズのザカリー・コールです。あなたのプロジェクトに非常に興味があります。彼の名前は稲妻のように私を打った。
前世では、彼はテクノロジー投資業界の新星で、30代でビリオネアリストに名を連ねていた。そして今、ここに彼がいて、私に名刺を差し出している。はじめまして私は名刺を受け取り、平静を保とうとしながら答えた。でも私たちのチームは5人いるので、特にあなたとお話ししたいんです。ザカリーは微笑みながら言った。あなたのアイデアですよね。彼は明らかに下調べをしていた。私の心臓は鼓動を早めた。緊張からではなく、興奮からだ。これは前世では完全に逃していた決定的な機会だった。ザカリーのオフィスは、ストーンウィック都心部で一番高いビルの最上階にあった。床から天井までの窓からは、街全体のパノラマが広がっていた。200万ドルを出資します。対価は株式の20。彼はテーブルの上に契約書を滑らせながら言った。続けた。条件は一つ、卒業後はフルタイムで取り組むこと。ソフトウェア工学専攻ですよね。それならぴったりです。私は条件を注意深く読み、サークルで得たビジネス知識を十分に活用した。妥当な提案ですが、コア技術の特許の所有権は私が保持したいです。ザカリーは眉を上げた。特許法をご存知ですか？と尋ねた。少し勉強しました。私はフォルダーを閉じながら言った。それと、取締役会の議席もいただきたいです。私はザカリーを真剣に見つめた。彼は微笑み、私の目を見た。ジョセリン、君は驚きに満ちているねと述べた。交渉は3時間続き、ようやく合意に達した。200万ドルの投資に対して15の株式、特許の完全所有権の保持、そしてオブザーバーとしての取締役会の議席を得た。私が帰るとき、ザカリーはビルの入り口まで見送ってくれた。言っておくけど、普通は学生のスタートアップには投資しないんだと彼は言った。ではなぜ例外を作ったの？私は尋ねた。なぜ彼が私を探し出したのか、純粋に疑問だった。君には、普通の学生には見られない切迫感がある。彼は私にはよく読み取れない表情で私を見ながら言った。まるで君の年齢が普通に持つ以上に自分自身を追い詰めているようだ。私は胃が締め付けられる思いがした。彼は私を見抜いていた。この若い顔の後ろにすでに一生を生き、崖っぷちから戻ってきた人間がいることがわかるかのように。あなたを失望させないよう努力しますと私は答えた。彼に私の中に見えるその衝動は別の人生から、そして35歳で孤独に死ぬという後悔から来ているという真実を告げずに、私は立ち去った。卒業から3年後、私たちの会社の時価総額は1億ドルを超えた。私はシルバーベールにマンションを購入し、両親をエルムショアからストーンウィックに移した。イボンヌはマーケティング部長になり、ザカリーは私たちの間にはいつも言葉にできない何かがあった。ジョセリン、買収の書類の準備が整ったよ。彼女がにっこり笑いながら私のオフィスに入ってきた。なんでそんなにご機嫌なの？私はデスクから顔を上げて尋ね、すぐにレビューしていたファイルに戻った。新しい CFO 最高財務責任者が誰だと思う？彼女が聞いた。私はレビュー中の契約書から目を上げなかった。誰？マックスウェル・サットンと彼女は答えた。私の指が契約書を握りしめ、髪がシワになった。驚きでしょ？どんな確率なんだろう？一緒に働くことになるなんて。エンダネ・イボンヌは偶然の一致にまだ興奮していて、私の表情の変化に気づいていなかった。本当に高校時代のあの男なの？私は彼女を見つめ、違う答えを必死に願った。うん。彼、先週エルムショアから転属してきたんだって。コールさんが直接スカウトしたらしい。イボンヌの笑顔が薄れ、
ようやく私の表情を理解した。ねえ、大丈夫？顔色悪いよ彼女は言った。私は立ち上がり、窓辺へ歩み寄って深く息を吸った。6年経った今、私はマックスウェルと遭遇する可能性を避けるために、あらゆる手段を講じてきた。帰省も言い訳をして休みをスキップした。予想外にも、運命は彼を私の人生に押し戻してきた。大丈夫よ私は振り返り、不自然に思えるほど声を落ち着かせていった。会議の準備をしよう。会議室でマックスウェルはきちんとしたスーツを着てプロジェクターのそばに立ち、自己紹介をしていた。25歳になった彼は高校時代より成熟し、指揮を執ることに慣れたもののたおやかさを漂わせていた。そして、このようなダイナミックなチームに加わることを嬉しく思います。彼の視線は部屋中を一掃し、一人一人に順番に止まった。私に届いたとき、一瞬間を置いてから、彼は平静を取り戻した。私は心臓が肋骨を叩いているのに、顔は無表情を保ちながら書類をめくった。前世ではこの頃、私はすでに彼の妻だった。キャリアを諦め、一緒に育てた養女、レベッカを家で育てるために専業主婦になっていた。あの病室のベッドで孤独に死ぬことを考えるだけで、冷や汗が肌ににじんだ。リーさん、予算についてご意見は？ザカリーの声が私の思考を遮った。全員が私を見た。私は顔を上げ、マックスウェルの好奇に満ちた視線を真正面から受けた。いいえ私は答えた。握りしめたペンを置いた。金属部分が今や私の手の中で滑りやすく湿っていた。でも、発表したいことがあります。部屋は静まり返った。私は辞任したいと思います。